球の皆さんこんにちは、ゲツくんと申します。今日は超時空魔人エタルガー容疑者があのウルトラマンノアを倒したのではないかと噂されていることについての考察をしていく動画です。いや容疑者とか言ってますけど、エタルガー本人がノア倒したぞどうやとか言ってるわけではないんですので、容疑者とか言うのはかわいそうなんですけど、ノアエタルガー問題知らない人もいると思いますので、どういうことか一連の流れを説明しますね。この超時空魔人エタルガーというキャラはウルトラマン銀河 S の劇場版の重勇士に出てきた魔人なんですよね。とにかくめちゃくちゃ強くて、ウルトラマンに集団リンチされても全然倒れない耐久力があって、エタルダミーっていう特殊能力もあって、とにかくめっちゃ強いんですよね。戦績も凄まじくて、時空上でいろんな宇宙を飛び回ってウルトラマン狩りをしていて、ティガ、ダイナ、ガイア、コスモス、ネクサス、マックス、メビウスに勝って鏡の中に封印してウルティメイトゼロと互角に戦うという超強キャラムーブをかましているんですよ。ここであることが気になりませんか？そうなんですよ。ネクサスを倒してるって、いやウルトラマンノアどうなったのよってね。ネクサスの本編でネクサスは本来の力を取り戻してノアになって終わってますから、ネクサスを倒したってことはノアを倒したってことって必然的になるわけです。いくらエタルガーが強いからってあのチートラマンの一角を落とせるわけねえっていうか、負けないでくれってほとんどのファンが思ったと思うんですよね。でもですよ、まだ希望はあります。というのは、この重勇士に出てきたネクサスがネクサスの本編の本人じゃねえんじゃねえか説、平行同位体的なね。でもう一つは本人だけれども時間軸は違うんじゃないか説。要はノアに戻る前の時間軸のネクサス的なね。これだったらノアが倒されているかもという現実から目を背けることができるやんってことで、実際ゲツくんも2番の時間軸が違うネクサス説推しだったんですよね。でもここで秘宝ですよ。なんと公式サイトで匂わせ的なコメントを残してるんですよね。これ見せられたら戦ってないっていう主張はしづらいなっていうのはありますよね。でもこれだけなら匂わされはしてるんですけど、ノアとエタルガーが戦ったとも言い切られているわけではないですので、まだなんとかなったんですけど、その後に阿部監督が重勇士に出てきたウルトラマンたちは本編に出てきた本人たちで、全て本編の後っていう趣旨の発言をされてるんですよね。これで先ほどの1番2番両方の説が完全否定されたわけです。いやー、エタルガーの高笑いが聞こえてきそうですけど、でも皆さん、まだゲツくんは諦めません。まだ一押しの説があります。それは本編後にエタルガーと戦う前に誰かと戦ってすでにネクサスに戻っていた説。これどうですか？これならネクサスが他のウルトラマンと同じように負けたというだけで、ノアがエタルガーと戦っていないイコール負けてないってことになりませんか？でも結局それって誰かにノアが疲弊させられたってことやん。一体誰がって話なんですけど、いるんですよ、とびっきりのやつが。ダーク・ルシフェル。ネクサスの本編の後日談を描いたネクサスの DVD ボックスの特典に掲載された小説ドリームスで、コモンとナギがノアに変身してルシフェルと戦ったことが明らかになってるんですよね。でも戦ったという事実だけで戦いの結末までは描かれていないので、ここからは憶測なんですけど、その戦いで相手がザギより強いルシフェルですから、さすがのノアも疲弊してネクサスになっていて、またノアに戻るまでの間にエタルガーが来た。この説どうですか？完璧じゃないですか？これ我ながら完璧だと思うんですけど、これが静止ってことでいいでしょうか？この説かシンプルにエタルガーがノアに勝った説のどっちかしかないと思うんですよね。エタルガーのエタルダミーという能力は、その相手が一番トラウマになっているというか強敵と認識している存在のダミーを生み出すことができるめちゃめちゃ強い能力なんですよね。例えばゼロにはベリアルのダミー、メビウスにはエンペラ星人のダミーを出していたんですけど、ノアならおそらくザギのダミーであったでしょうから、そのダミーとエタルが2人がかりなら可能性としてはノアに勝つのも絶対にない
とは言い切れないのかなとも思います。でも勝つのは限りなく難しいと思うんで、個人的には3番の説を推したいです。で、仮に4番だった場合は話は終わりなんですけど、もし月9の願望通り3だった場合、一つの疑問が生まれますよね。エタルガーと戦った時のデュナミストは誰？これですよ。いやいや普通に顧問でしょっていうのももちろんあると思うんですけど、個人的には違うと思うんですよね。理由は2つあって、光は絆だ、誰かに受け継がれ再び輝く、このセリフまんま本編のヒメヤのセリフなんですよね。しかもネクサス相手に出てきたエタルダミーがダークメフィストだったんですよね。メフィストはヒメヤと一番因縁のある相手ですから、あの時のネクサスのデュナミストがヒメヤだったら全ての辻褄が合うんですよね。しかもその後の X にネクサスが登場した時も他のデュナミストに力が受け継がれていたので、この時点で力が顧問から離れていても全然問題ないと思うんですよね。だらだらおじさんが一人で喋ってきましたけど、ノアとエタルガー問題のこのチャンネル的な結論を言います。本編後にコモンとナギがノアに変身してルシフェルと戦って疲弊してネクサスになった後、再び何らかの理由でヒメヤに力が受け継がれて、そこにエタルガーが現れて鏡に封印されてしまって重粒子での活躍につながっていった。これです。これが結論です。皆さんはどうお考えでしょうか。ここまでお付き合いいただいてありがとうございます。コメントお待ちしています。さよなら。